時丸田中のミニモラディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は7月16日水曜日、時刻は朝の6時になります。今日も東京のホワイトボックススタジオよりお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか台風がちょっと来てるっぽいですけど、なんかそんなに強くない感じですかね。はい、ちょっと風吹いてるところもあるようなので、気をつけてください。今日もダラダラと喋っていきます。雑談ラディオですので、作業用に聞いてください。ちょっと最初に告知ですね。7月20日日曜日午後13時より1時よりライブやります。はい、月に1回ライブ配信やってるんですけど、また今回も、日曜日の真っ昼間ですけど、お暇な方ご集合くださいね。なんかもうこんな誰もいないようなっていうか誰も見ないような時間帯にってね、もう日曜の昼間って言ったらさ、もう本当にいいと思う見たいでしょみんな。いいと思うやってんのかなまだ。月に1回ライブするようになってから、今年に入ってからやり始めたので、結構続いてるんですよね。なんだかんだで、この毎週水曜日のラジオもね、6月から始めて、もう1ヶ月ちょい、もう2ヶ月ぐらい経つのかな。続けられています。継続だけっていうか、継続することだけが僕の取り柄なんで、他にやることないんでね、ちょっと少しでもなんか皆さんのお役に立てると、ちょっと楽しんでもらえると、くすって笑ってもらえるといいかなと思って続けていきます。で、もう一つお知らせなんですけど、私メンバーシップを個別で個人でやってるんですけど、それに関連した流れで、個別のですね、時丸田中サービスみたいなものを新規事業として立ち上げました。で、大きくはコンサルティングみたいなものと、あとはヨガのセッション、そしてポートレート撮影っていうね、3つの個別サービス立ち上げましたので、概要欄貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、実稼働、今メインで稼働しているのはコンサルですね。で、これは生活とか表現を変えたい人のためのミニマリズム1対1のコンサルティングって感じで、物の減らし方とか断捨離とかしたい人はもちろんなんですけど、それ以外にその自分の習慣を変えたいとか、働き方を変えたいとか、あと発信をやっている人でもっと発信をシンプルにして、なんか変えていきたいとか、で、やりたいことに集中できるっていうね、状態をちょっと一緒に目指していくっていう風なセッションです。で、自分がこれまでずっと写真をやってきた経験で、写真から派生して、最近は文章を書いたりとか、執筆したりとか、メルマガ書いたりとか、で、こういう風に YouTube で発信したりとか、あとはポッドキャストとか、YouTube でラジオみたいな感じで喋ったりっていうことで、いろいろノウハウみたいなものがね、15年ぐらい、ずっとその前はブログを書いてたので、そのインターネット上で活動するみたいなことに関しては、結構やってきた方かなとは思ってます。なのでその辺に関して、これからちょっと発信活動をやりたいとか、そういう人に向けて、もっと深く伝えられたらと思って、このサービスを立ち上げてます。で、そのメンバーシップでやっぱりもうちょっと深く教えてくださいとか、例えばその YouTube チャンネルの作り方とか簡単な動画の編集の仕方を教えてほしいですみたいな声が結構多くてですね、それから立ち上げに至った経緯です。で、去年からちょっとずつ、その少人数に対してっていうか、本当にその身近な人に向けては、実際行っていたんですけど、ちょっと今回オープンに一般的にね、ちょっとやってみようかなと思って、で、ただ自分の仕事っていうのは基本的に執筆だったり、こういう発信がメインなので、やっぱりその時間がなかなか取れないので、これ限定、とさせてもらってます。定員制とさせてもらっていて、月に4名ですね。もう本当に4名だけの少人数でやってますので、で、もう7月は締め切り終わっちゃって、で、8月まだ募集してますので、もし興味がある方は、ぜひご応募してみてください。個人の時代が来るって言ってだいぶ久しいですけど、実際にね、ますますそういう風になってきてるのかなとは、自分の実感としてはあります。で、それはコロナ禍からのAI 時代っていうそこの流れが一番大きいですね。だから2020年から始まっています。で、自分自身の改革もそれくらいから始まっていて、で、それまでは100個以上のものだったんですけど、やっぱりコロナ禍に、その山と平地の自分の生活のマージっていうのをし始めたんですよね。
で、やっぱコロナ禍になると移動できなくなったからみんなほら自然に入っていった時期があったじゃないですか。で、それはそのキャンプブームみたいなものが、それの表れだったと思うんですけど、で、今はまあ下火になってね、キャンプする人もだいぶ少なくなってると思いますけど、僕はその時からずっと山に入っていて、まあそれ以前から入ってるんですけどね。で、それくらいからやっぱりこう65個とか、一回40個ぐらいまで物を減らして、本当にそのバックパックスタイル、極限スタイルに挑戦したっていうのが2020年からになってます。だから大体もう5年くらい経つんですけど、で、そこから一気にその AI のテクノロジーが入ってきて、ちょっとそのキャズムが変わったというか、個人で活動していく、個人で生きていく、フリーランスで生きていくみたいな、会社とかに頼らずに生きていくみたいな流れがね、もう最近一段と加速してますので、で、まあ働きやすい、そういう意味では、その一人で生きやすい時代にはなっています。まあ今まで、まあ昭和的なね、一つの会社に入ってずっとそこで勤めて、終身雇用で働くみたいな幻想はもうとっくに崩れているので、で、そこでまあ副業とかもやりながら、まあ自分のやりたいことを楽しみながら、やっていくっていうね、方向を、まあこのチャンネルでもずっと発信していることなので、まあそれの延長線上として、まあちょっと個別でもいろいろ、お話ししてみたいなっていう気持ちがありますので、はい。そういう流れです。はい、じゃあ今朝の一曲お送りします。マイルス・デイビスで、So What? はい、聴いていただきました。マイルス・デイビスの1959年のアルバム Kind of Blue より So What? 1曲目の曲ですね。で、僕はこれも20代の頃か。20代の頃にものすごく聴いたアルバムで、多分一番聴いたアルバムじゃないかな。で、まあジャズアルバムっていうのは基本的にアルバム単位で聴くのがおすすめです。まあロックとかハードロックとかもそうなんですけどね。昔はそのアルバム単位で、その表現っていうのがされていたので、今はもう本当にこう曲だけっていうか、もう本当瞬間瞬間の曲というかもうワンフレーズだけみたいな世界になってますけど、やっぱりその音楽の連続性とかシークエンスとか、その全体性みたいなものを表現できるのはアルバムだと思っていて、で、今でもですね、その、やっぱマイルズの Kind of Blue なんかのアルバムを通しで聴くとやっぱ気持ちいいなっていう感じがします。で、20代の頃本当にその、一番最初にジャズに入った頃に、まあこのアルバムには出会ってて、ちょっと何年か忘れちゃったけど、僕が2、3歳の頃ですかね。2009年とか8年とかだったかな。そっから本当に擦り切れるくらい聴いたアルバムで、もう朝なんですよ、これ聴くの、僕は。で、とにかく朝起きて、まあその時はスピーカーとか持ってたんで、大音量で爆音でこれをかけて朝から。で、そこから自分の朝食の準備とかをし始めるっていう風な、そういうルーティン。だからモーニングルーティンに欠かせない音楽でしたね。だから今でもこれを聞くと、自分のその若い時のちょっと修行時代の、なんか朝を思い出す。忙しいんだけど、このアルバムのおかげでちょっとゆったりと生きることができてるみたいな、そういう朝を思い出させてくれるアルバムです。で、マイルズっていうのは、まあ多分ご存知の方はね、たくさんいると思うんですけど、ジャズ界の巨匠ですよね、もうね。で、いろんな音楽性をトライしてきた人で、もうずっとその死ぬまでトライの人生でした、彼は。で、まあ、ビバップっていうところから始まって、で、それは59年以前の音楽だったんですけど、ジャズミュージックがそこから、クールジャズっていうね、の走りとされるアルバムが、この、まあ、So What というアルバムで、そのちょっとジャズのジャンルが一つ変わったフェーズですね。で、そこからまあ70年代に入ると今度エレクトリックとか、まあいろんな、まあロックミュージックとか、電子ミュージックと掛け合わせたようなジャズ表現が出てくるんですけど、まあそれも牽引していったのがこのマイルズ・デイビスで、この人の伝記も面白くて、マイルズの伝記もが結構読んでましたね。ぜひ聞いてみてください。時丸田中が今週見た風景のコーナー。今週はね、東京都心部で、虫取り少年に出会ったのがものすごく印象に残っています。まあこの暑い中をコンクリート、アスファルトの、まあ、結構都会だったんですよ。街中をね、僕は歩いている時に、二人の少年が虫取りの網とカゴを持って、もうなんか漫画の世界から出てきたような二人でしたね。二人ともこう虫取りに行く体勢で、こう短パンと帽子かぶった二人組が歩いてって、で、それをじーっと眺めて、なんか、ちょっと自分の昔の時代にこうちょっと取り憑かれたようなっていうか、そこにこう戻るような、こうフォーカスするような感覚がありましたね。ただね、この東京の大都会という中でどこに虫取り行ってんだろうなって。それがもう本当に気がかりで。で、なんか近くに別にその公園とかもそんなにないんですよ。ないぐらいの都会だったんですよ。だから僕が知らない虫がいるのか、それともそのポケモンという、まあデジタルの虫をちょっとフィジカル的にパフォーマンスしているのか、
コスプレ的にだからそれで公園とかに行ってポケモンをし合うのかとか、いろんな想像がね、思い浮かんだんですけど、どこに取り行くんだろうなって。謎は深まるばかりです。で、あとは今週はね、結構会食が多かったですね、食事がね。で、ちょっと、なかなか珍しいんですけど、僕3日ぐらいだからちょっと、その飲みの席みたいなのがあって、で、ちょっと飲んでしまって、で、結構体、そこでちょっとリズムが崩れて、今ちょっと風邪気味になってます。ちょっと声変わってるかわかんないですけどね。喉の奥の方、鼻の奥の方にちょっとこう、違和感みたいなのがあって、今ちょっとそれがこう悪化してきてるなーって感じがしてますね。やっぱりこう、それでリズム崩れちゃうんですよね。もちろんその、友達とかね、友人たちとこう話せる楽しいのはあるんですけど、なんかやっぱその酒っていうのがそれに本当に必要なのかっていうのは僕は最近ずっと思っていて、コーヒーとかね、カフェとかノンアルコールで、昼間にやるとか、あとはその登山のアクティビティとか、ハイキングとかランニングのアクティビティに変えるとかね。でもね、誰もがそれをやる人ばっかじゃないんで、やっぱね、その酒でしか集まらない仲間とかっているじゃないですか。で、ミニマリズムの理論的に言えばそういう人たちはもう完全にシャットアウト、切っていくっていうのが多分多いと思います。本当にそのミニマリズムをね、の実践をやっている人たちは、その自分の不要な人間関係から切っていくみたいなことをやってる人多いと思いますけどね。僕はね、でもいい塩梅でやってるというか、減らしすぎず増やしすぎずっていうのか、やっぱりその、人と対話したりとか会話したりとかっていうのはものすごく大事で、それはその孤独とか自分のその精神的なメンタリティに関わっている部分もあったりとか、あるいはやっぱりその人っていうものが、いかに分厚い情報を持っているか。で、それはもうどんなに些細なことであっても、で、辞書とかインターネット上に溢れている情報であっても、やっぱりその生身の一人の人間、二人の人間、三人の人間から得られる情報っていうのは、ものすごく熱いものがあるなと。その熱いっていうのは二重の意味でね、分厚いっていう意味とやっぱそのホットっていうちょっとこう温度感があるっていうのかな。やっぱそういうこう生身の情報を得られるっていうので、やっぱり人と会うのは大事だなと僕は思っています。本日のヨガスートラのコーナーです。ヨガスートラ、パタンジャリのヨガスートラのから、ランダムに私がページを開いて、その一節の中から何かを考えるっていう風なコーナーです。じゃあ今日はここ行きますね。この辺行きます。ババン。はい、112ページ。はい、112ページです。結構たくさんあるね。この中に3つありますね。これは第1部のサマディパダ、つまりその三昧部門。つまり三昧っていうのはその一番最後に完成される部分なんですけど、ヨガの修行の中で。でもこのスートラではそれが一番最初に書かれてるんですよ。で、というのも、これ結構不思議な話があって、で、やっぱりこういう書物では、なんかその順番にその実習部門とか、実際のこうトレーニング部門みたいなものがあって、その後に三昧部門、一番最後の、それをやったらこうなりますよっていうのが多分順番的に書かれるのが通常だと思うんですけど、これではですね、あえて、その第一部の方に、その三昧部門を持ってきてるんですよね、この本では。で、それは、いろんな説はあるんですけど、一番最初に、その最後の完成形を最初に見せることによって、その修行のモチベーションを高めるっていう効果があるというふうに言われたりしています。つまりさ、こういうふうに、あなたはこういうふうな世界になりますよとか、こういうふうなところを目指せますよっていうのを最初にボンって出して、で、そこからじゃあそこに目指すためにはこういう修行が必要ですよっていうふうに並べていく順番、小構成になっているってことですね。で、これはだから一番最後の完成形の話です。で、スートラの中の36節が、一言だけ書いてます。あるいは永遠の至福に満ちた内なる好奇に集中することによって。これです。難しいですね。これしか書かれてません。はい。あるいは永遠の至福に満ちた内なる好奇に集中することによって。で、これ多分前後関係があるんですけど、ちょっと今回はあえてね、そこは考えずにいきます。で、その一節の説明が、すべての憂い、恐れ、不安を超えた輝かしく神聖な光、あなたの内なる無常の光を念想しよう。あなたのハートの中のあなたの精神意識を表して、毅然と輝く光球をありありと思い描こう。あるいはまた心臓の内に美しく白熱する蓮華を思い浮かべよう。心はその中にたやすく吸い込まれ、あなたは素晴らしい体験をするだろ
後にリアリティとなるこの光を人はまず想像するところから始めなければならない。そういうふうに書かれています。なんかね、なんとなくイメージできますよね。こう、憂い、恐れを超えた輝かしく光、神聖な光が自分の中に実はあると。で、それはもうそもそも存在するものだと。で、それはもう本当に光っていて、で、むちゃくちゃ熱くね、白熱する蓮華、燃えてるような蓮華があるんだと。で、それによってあなたは素晴らしい体験をする、できるんだと。で、後にリアリティとなるこの光を人はまず想像するところから始めなければならない。だからこれは、そういうのがあるんですよっていうのをこう自分に、あるんですよっていうのを自分自身でこう実感して、想像して、で、それに向かって、なんか自分自身を高めていきましょうよって。それが本当はあるんだから、ある前提で始めていくっていう風な、なんかそういう感じに僕はイメージしましたね。で、もうちょっとその生活的なレベルに落とすと、やっぱりそのヨガっていうのは、なんか自分は体が硬くてできないとか、で、瞑想しても全然深まらないとか、で、そうやって思ってね、でもなんとなくやってる人も結構いると思います。硬いからできないとか、硬いからちょっとできないんだよな、ちょっと躊躇するんだよなって。でもそれをできるっていうふうに考える。実はもうそういう、もう身体っていうものはあると、そもそも。身体っていうものもあるし、その瞑想の深まりっていうのも実は自分はできると。それも勉強とかに置き換えてもいいでしょうね。で、勉強は自分はできないって思ってるんじゃなくて、実はできると。で、ただやってないだけだ。その最初のそのできるゴールみたいなものをあるっていうふうに最初から考えると、あとはそれを輝かせるだけだっていうふうに、そういうふうなプロセスに入ることができる。だから最初から諦めてしまうんじゃなくて、なんかすでにあるものとして考えてみませんかっていうか、なんかそういうふうなカジュアルな感じにすると、そういうふうな感じに言えるかなと思いますね。はい、今日は112ページより紹介しました。以上です。時丸田中のモーニングレディオ、ミニマルレディオ、毎週水曜日朝6時から放送しています。で、最初はこれポッドキャストの延長で始めたんですけど、なんか、いつの間にか、こうちょっと自分の中でリズムがついてしまって、ずっとこういう感じで YouTube で続けています。で、ちょっとポッドキャストの方も、Spotify と Apple ポッドキャストで放送してるんですけど、それもね、たまに更新しようと思ってるんで、本当にこう、不定期にはなってますけどね、何かこう思いついた表紙にYouTube の裏側として放送するような感じにしていますのでね、そっちもね、ぜひチェックしてみてください。今週のお便りコーナー、はい、皆さんから番組に届いたお便りを読み上げるコーナーです。いろいろ今週もお送りいただきありがとうございます。今週ちょっと少なめでしたね。で、常時募集してますので、どしどしお送りください。皆さんの最近あった面白い話、滑らない話、恋愛相談、ミニマリズムの実践、何でもいいです。ぜひ概要欄よりお送りください。ラジオネーム、鈴名さんより、時丸さんこんにちは。先日の動画で教えていただいたミニマリズムゲームに挑戦しています。7月1日から始めて1週間経ったところですが、すでに手放すものを選べなくなってきました。時丸さんほど所有物が少ないわけではないのですが、不要なものは持たないを心がけているため、基本的に家にあるものは、1、毎日使う。2、週末には使う。3、月に1回は使う。4、季節ごとで使う。季節ごとに使う。と、どれも使用するシチュエーションが明確なもののみで、どれも使ってるものだしなぁと思ってしまいます。ここからさらに今使っているものであったとしても、なくしても生活できないかを突き詰めていくと、ミニマリストになれるのでしょうね。その点を考えつつ、2週目も取り組んでいきますので、また進捗報告させてくださいってことで。ありがとうございます。鈴名さん。いやね、これすごいもう的をついてますね。で、ミニマリストになれるんでしょうねって書いてますけど、もう結構ね、ミニマリストじゃないですか、すでに。そこまで考えられてるっていうか、減らせてるってことは。ね、すごいですよね。やっぱりこう、不要なものは持たないっていうのをまず心がけて、で、家にあるものはやっぱ毎日使うものか、週末に使うものか、月に1回は使うか、で、季節で使うか。で、そういうシチュエーションを考えて、それが明確になるものだけを残していると。で、それを考えるとやっぱりどれも使ってるものだよな、結局な、と思って取っておくことになると。で、
こう次に書いてるのが、その今使っているものであったとしてもなくても生活できないかを突き詰めていくとミニマリストになれるのでしょうねっていうね、この視点は本当に素晴らしいですね。でも確かにそうですね。やっぱりある程度ミニマリストになる、そこからさらに減らすには、自分自身の生活がまず不便になるか、圧倒的に不便になるか、あるいはそこを許容できるようななんか自分の気持ちとか態度があるかっていうところ。で、そして、それを減らすことによって自分の生活が変わっていく様を見届けたい人、が多分その先に行けるんだなと思っていて、で自分もやっぱりこう毎日使うもの、だからそういうものは、その期限的に制限をするっていうのはやっていることです。そして季節を考えるってこともやっていることです。ただその期限をですね、最初はその1年間に使うものっていう風にしてたんですよね。で、そうなるとその季節も入るじゃないですか。だからそこに季節のファクターも入るので、まず最初はその1年間に使うものだけを残していく。つまり1年以上使ってないものは捨てていく。で、これはものすごく判断基準としては簡単ですし、誰にでもできるようなこと。で、ハードルも低いです、割と。家の大きなね、車庫とかガレージに貯めていて、1年以上使っていないものがたくさんありますみたいなものが、やっぱりこう、代表格だと思うんですけど、そういうものは、だからそういうものから最初捨てていくっていうね。で、自分もこういうふうにやってまして、で、やっぱその期限をどんどんとこう狭めていくのが、結局その物の総数を減らすことになるんですよ。で、この鈴木さんも書いてるように、その毎週末には使うってことは、で、あとはその月に1回は使うってことは、その1年っていうフェーズを、今度もう月まで縮めちゃってますよね。だからその前段階として、本当はこう半年ってのがあるんですよね。半年以内に使っていないものっていうふうにします。そうすると今度こうちょっと季節がね、ずれてくるんですよ。で半年ってなると、例えば今考えると今7月だから、1月から7月までに使ってないものを捨てるっていう風な考え。そうなると、でも1月が入ってるから、冬と夏とやっぱあるから、それはこう季節ものっていうのは関係ないのかもしれないでしょうけど、とにかく半年で考えてみると。で、その後は今度3ヶ月で考えてみるっていうのが有効で、3ヶ月以内に使ってないものを捨てる。で、これ実際に曖昧な感じになるんで、やっぱりリストを作るっていうのが結構ね、大事になってきますね。本当に厳密にやるのであれば、リストを作って、それに、使った日を書くみたいな感じ。あるいはその使っているか使ってないかの選別をそこでしてしまうみたいな。で、それがだんだんと狭まっていって、今度3ヶ月から今度1ヶ月以内に使ってないものを手放す。そして今度は1週間以内に使ってないものは手放す。で、3日、そして1日、今日使わないものは手放すってなると本当のエクストリームスタイルになれます。で、そうなるとやっぱりね、旅なんだよね。バックパッカースタイルなんだよね。こうなってくると。だからその時に完全なノマドなエクストリームミニマリストスタイルっていうのが完成するんだと思うよ。僕は今そういうのを、そんなに旅はしてないけど、月に2回ぐらいしか移動はしないけど、でもやっぱりこの中で、入るものだけで生活をするっていうのを、ちょっと疑似的にだからやってる感じですね。だからやっぱりこう今使っているものをなくしたとしても生きていけるかっていうところで、やっぱりその物を減らすっていうことは自分自身のライフスタイル、生活を変えるっていうことなんですよね。だからやっぱどうしてもその毎日使うものとか、週末使うものとか、季節的にやっぱり扇風機は必要だなとかね、そういうのがあると思いますけど、それを扇風機を手放して冷房だけでやっていけるのかっていうのにチャレンジする。あるいは自分で扇風機は持たずに涼しいところを転々と移動しながら暮らすとか。だから本当に根本的に自分のその生活とかライフスタイルとかを見直す必要があるし、それを変えるポテンシャルを持っているっていうことだと思います。ミニマリズムっていうものがね。だから本当にね、大きく言えば生活を変えるってことは、つまりその人生を変えるってことだから、だから本当にこう、今の生活とか人生が本当にこうなんか嫌だなっていう人はね、物を減らすだけで本当に変わるんですよ、生活が。そして生活が変わると、ライフスタイルとか人生が変わるんで、それによって私は、ここまで突き動かされて、来ているっていう風な感じですね。で、ぜひね、2週目も取り組んで、またその進捗を教えてください。ね、ミニマリズムゲームなかなかこれ難しいよね。もうそもそも少ない人にとっては、結構1週間でもさ、1、2、3、4でしょ。だから結構捨てるでしょ。20個ぐらいは多分捨てなきゃいけないでしょ。なかなかそこは難しいと思いますけど。
ぜひ進捗教えてください。続いて、これいきますかね。植物系のリバウンドをした女さんから。はい、何回かいただいてますよね。時丸さん、こんにちは。今日は私が最近やった Only One というデジタルデトックスなチャレンジがなかなか良かったのでお話しできればと思います。私は今までそれなりにミニマリズムをやってきたと思っていました。服の制服化などをして持ち物をタンス一つに収まるまで減らしました。ですが、時丸さんに出会ってから物ではなくことのミニマリズムが何も進んでないことに気づきました。持ち物は片付けたのですが、頭の中は SNS や YouTube 視聴などやることで散らかっていました。そこで Only One というデジタルデトックスゲームを考えてやってみることにしました。このゲームはデトックス期間は1日だけ。その期間中に見ていい YouTube チャンネルを一つだけに絞るゲームです。つまり Only One Day, Only One YouTube Channel というわけです。1週間 YouTube を見ないというようなちゃんとしたデジタルデトックスは私には難しすぎたので、デトックス期間は1日だけ。しかも自分で選んだ一つのチャンネルはいくら見てもいいという形にしました。これがなかなか良かったです。チャンネル一つだけだとだんだん飽きてきて見なくなり、結果的にスマホを見る時間がかなり減りました。これからもこの Only One ゲームを定期的にやってみようと思います。以上、長文失礼しましたということで、ありがとうございます。すごいいいチャレンジですね、これね。なかなかやっぱ物は減らせてもそのこと、もうこれは本当にいつも言ってることで、特に最近はもうデジタル関連ですね。もう目に見えないものが、で頭がいっぱいだと。本当にそれによってもう溢れ返っている、時間が取られているという状況があると思います。で、かなりユニークですね。デトックス期間は1日だけ。で、その期間に見ていい YouTube チャンネルを一つだけに絞るゲーム。で、これやっぱりこのハードルを下げてるっていうのがいいですね。まあ確かにその1週間何かをデトックスをいきなりやるっていうのは、依存している方にとってはかなり難しいので、それを1日というハードルにして、で、その中で一つだけ YouTube チャンネルを見ると。だからチャンネルを一つに絞るっていう。でもこれは結構科学的にもなんか効果がありそうですね。なぜならやっぱりその YouTube って今アルゴリズムベースなので、その自分が見てるチャンネルっていうのがもうバンバン無限に出てくるじゃないですか。で、自分がね、見ている似たような、面白そうなのがバンバン出てきて、それをもうクリックさせるっていう風な仕組みになっているので、それを一つだけにするっていうことは、まず YouTube のアルゴリズムを排除するっていうか、そこから逃れる、そこを手放すっていうことにつながっていると思います。だからそれだけでね、一日を過ごせるっていうのはなかなかね、多分難しいことだなと、まあ僕もやったことないですけど、この読んでみてね、思いましたね。で、この書いてくれてる結果も結構興味深くて、チャンネル一つだけだとだんだん飽きてきて見なくなり、結果的にスマホを見る時間が減ったと。だから、一つでも、一つにすることによって、その、相対的な数が減ってラッキーって感じではなくて、その後のプロセスを自分で体験しているっていうのが素晴らしいですね。一つにして、それを見ることによって、今度その一つだけだから、それに飽きてしまって、で、結果的に画面を見なくなるっていうところにたどり着いてるっていうのが、これもう成功じゃないですか。いや、これすごいですね。だから本当にこう、植物系のリバウンドした女さんの多分オリジナルなんでしょうね。Only One Game。素晴らしい方法を教えていただいてありがとうございます。ちょっと僕の中のミニマリズムの一つの引き出しとして、私のタンスにしまっておきたいと思います。心のタンスにね、しまっておきたいと思います。今週もお便りありがとうございます。来週もお待ちしてますので、どしどしお気軽にご応募ください。それでは今週のコメント読み上げ Q&A コーナー。はい、これまで、今週1週間のね、動画のね、皆さんのコメントをピックアップしていきます。まず前回のレディオのコメントですね。ときめき田中様、ごきげんよう。ロックバンドのベーシスト、現役アラフィフで、ヨガ歴15年の私。時丸さんと被る感じで嬉しいです。昔はアシュタンガやっていましたが、腰痛がひどくてぎっくり腰もたまにやるので、今はたまにアシュタンガ、主にヴィンヤサヨガやハタヨガとかやってます。でもアシュタンガヨガはいいですよね。自分の体の状態がよくわかる。アシュタンガヨガで不調が出たら、アイアンガヨガで治すとも言われてますしね。お互い腰には気をつけていきましょう。最近はヨガ話が多くて嬉しいですってことで。ありがとうございます。ロックバンドベーシスト。ビバロックさん。いや、かっこよすぎでしょ。現役アラフィフでロックバンドベーシストやってる。すごいわ。いいな。かっこよすぎ。
そしてヨガ歴15年。いや、似てますね。いやね、僕も、音楽やってたってこともずっと話してますけど、一番最新のだとこの動画、チャンネルでもファーストテイクとかやってますけど、本当にね、楽器はね、やりたいんですよ。で、今後多分ね、やることになると思います。どっかのタイミングで。だからちょっとビバロック先輩にね、僕もちょっと追いつけるように。ヨガ歴15年だから多分僕より全然長いですね。僕は7年、7年太陽礼拝やって、そこから今3年生なんで、9年、トータル9年ですね。で、アシュタンガは2年って感じなんで、トータルヨガ歴9年の2年なんで、もうそれも先輩ですし、で、今も現役でロックバンドのベーシストやってるっていうかっこよすぎる、本当に。なんかやっぱりヨガやってる人って、意外と音楽好きだったりとか、ロック好きだったりする人多いんですよね。で、それは多分、70年代のヒッピーカルチャーとか、サーフカルチャーみたいなものと、そのヨガとかが結構関係してるっていうのもあるだろうし、であとは単純に、そのフィジカルな問題もあって、やっぱりその精神状態とか体が柔らかいこと、自分の体を使えるっていうことは、一つの身体的表現であるので、その音楽っていうのも、やっぱりその指だけじゃないんですよね。本当にもう身体的な表現で自分の体全体で音を鳴らすっていう風なことをやってる方たちなので、多分、アーティストなので。だからやっぱそこが多分リンクしてくるんだろうなって思いますね。だから僕のヨガやってる友達も結構、音楽とかやってたりとか、サーフィンやってたりとか。で、そもそも私がそのヨガ始めたのも、自分のそのリスペクトする写真家、フォトグラファーの方たちがね、しかも世界トップの写真家たちがヨガやっていて、で、そこからなんとなく私も入りましたから、だからやっぱそういうね、親和性はあるんでしょうね。いや、ぜひ本当にお互いに腰は気をつけて続けていきましょう。ありがとうございます。チャオさんから、チャオって読むのかわかんないけど、今週もラジオエンディングのガッツポーズありがとうございます。もしよろしければ、時丸さんがどのように歯磨きをされているのか教えてください。時丸さんがどのように歯磨きをされているのか気になって、1日6時間しか眠れませんってことで、いや、睡眠不足になってるやんってね、ちゃんと寝ましょう。気になりすぎて寝れない。歯磨きね、これね、私自分の歯磨きを言語化するのは初めてかもしれませんが、ちょっと挑戦してみますけど、歯磨きのプロフェッショナルというか、歯磨きしかこの人生で褒められたことがないっていう話を、前回のラジオでしたと思うんですけど、で、僕のやり方っていうのは、これ歯磨きには、2種類あると思うんですよ。2種類っていうのはその歯磨きの中に2つ項があると思っていて、それは、ブラッシングとクリーニングですね。ブラッシングとクリーニング。つまり、マッサージとゴミを、汚れを落とすことの2種類のファクターがあると思ってます、要素が。で、それを、ちゃんと複合的にやるんですけど、最初は分けてやった方がやりやすくて、だからクリーニングっていうのはその歯についている汚れを落とすってことで、これ歯ブラシっていうのはそもそも構造的に、平らになってるじゃないですか。だから歯にこういう風に平行に当てても全然ね、汚れって落ちないんですよ。その隙間の部分とか特に。だから、歯磨きっていうのはまず縦に使うものだっていうのは僕、一番最初に歯科医に教わったんですよね。で、しかも完全に縦ではなくて、その歯に合わせて微妙に角度を変えていくんですけど、で、それで、ちゃんとその隙間を縦にしてガーッと落としていくと、磨いていくんですよ。で、歯磨きのコツっていうのは僕がやってる方法っていうのは、もう磨く順番を決めていて、まず最初は右上の奥歯の外側です。右上の奥歯の外側からずっと前に行って、で、外側をずっと磨きますよね。で、左まで来ます。で、左まで来たら今度下に移ります。で、下の今度外側を行きます。で、下の外側をずっと磨いたら、今度前歯行って、で、奥歯の方行きますよね。で、奥歯の方に行ったら今度、右下の奥歯の今度内側に入ります。で、右下の奥歯の内側から今度ずっと内側を磨いていきますね。で、内側磨いていったら今度左側の奥歯に到達します。で、左側の奥歯に到達したら今度上の歯の内側に移ります。で、上の歯の内側に移ったら内側をずっと磨いていって、最後右上の奥歯で終わるっていう風なやり方です。これ初めて自分の歯磨き言語化してるんだけどさ、これなんか面白いんだけどさ。で、今言ったのはその縦型で、だからつまり、クリーニングの状態ですね。だからちゃんとゴミを落としていくっていうクリーニングの状態。で、さらに、そのブラッシングっていうのは、今度、歯と歯の間、歯茎みたいなところを刺激して、マッサージして、そこの血行を良くしていくっていう。で、それはやっぱりその歯槽膿漏とか、なんかそのいろいろ歯茎に関連した病気っていうのが結構多いんですよね。そこにその、
病気とか菌とかウイルスとか、で、その歯石のポイントとかがあるので、その歯茎と歯の間を磨くっていうのが、つまりブラッシングで、で、それは、まあ横に並行して当てたりとかしていくんですけど、それを次やっていく感じですね。で、僕はその縦と横をもう複合的に、もうやっぱレベルが高いんで、歯磨き一級なんで、で、やっていくんですけど、まあできない人はもうブラッシングと分けてね、クリーニングと。で、ブラッシングは横で、しかもあんまり強くならないように、斜め45度ぐらいに歯と歯茎の間を当てて、両方に磨いていくと。で、それで血行を良くしていくと。で、それで多分血とか出る人は、その炎症が起きてるってことなので、でも血が出てもいいんですよ。血が出てもある程度こう磨いていくと。で、特に親知らずを抜いている人たちは、親知らずを抜いたとこっていうのが抜き跡になって、で、そこの皮膚とですね、歯の間にゴミが溜まりやすくなったりするんで、そこをね、重点的にマッサージしたりしていくっていうのが必要になってきます。だからこれ本当に人によって違うので、歯の形状とか、生え方とか、で、僕歯並び悪いんでね、特にその歯並びが悪いとことかを重点的に角度をうまく変えながら使って磨いていく。そういう感じ。で、それが終わった後にフロッシングです。フロスを全部に通していくっていう風な感じのやり方ですね。何の動画だよってね。なんか、歯医者の先生でもないのにさ、なんか、でもそれで毎回100点取ってて、で、歯科医の先生には、もうこれで十分だと。これずっと続けていけって。お前はもう歯磨きの伝道師だ。ね、そこまで言われてないけど。そういう風にね、褒められてるんで、まあ、で、しかも全然虫歯ないし、その歯茎の病気にも一切なったことない。だからまあちょっとは正しいんだろうなと思いますけど、ぜひね、試してみてください。で、これで多分寝れるようになるといいですけど、チャオさんが。歯科関係のね、コメントが多いんですよね。チナさん。時丸さん、時丸田中星さん、こんにちは。ホワイトボックスのスタジオからありがとうございます。午前中、障害のある息子の右下8番の抜歯と、右下7番の治療を全身麻酔で手術してきました。3時間かかりましたが入院することなく帰宅できました。今やっとゆっくりできたので時丸さんを楽しみました。疲れたけど元気になりました。これからもずっとラジオ配信をお願いします。織姫さん、いつか出会えると良いですねってことで。いや、お疲れ様でした。息子さんのね、抜歯と治療か、これ結構大変だったでしょうね。歯を抜いた上に、そして他のもう一つの歯の治療を、しかも全身麻酔で。でもそうやってやるしかないでしょうね、これね。でも3時間で退院ね、3時間かかって、その当日、退院でできたということで良かったですね。抜いた後もやっぱ歯磨きとか大変になってくるとは思うんで、そこもね、十分にケアしてあげてください。猫空さんから、この介護ベッド最高なんだよ。寝起きが楽でさ、と便利グッズを紹介しているのかもしれませんねっていうね。で、これなんかあれでしたね、多分。高齢ミニマリストの話ですよね、確かね。その高齢になったとしても、なんか自分がずっとミニマリストの発信続けてるんじゃないかって話で、確かに、この介護ベッド最高なんだよな、ね。この入れ歯が一番、私のミニマルな入れ歯5選とか、なんかそういう動画とかね、もしかしたら紹介してるかもしれないですよね。でも実際ね、そういうのあると思いますよ。で、これからさ、もう本当に3人に1人が60歳、65歳以上で、もう超高齢化社会ですから、日本は。だからこの間もなんかちらっとニュースで見ましたけど、今、超、高齢者専用シェアハウスみたいなものが流行ってたりとか、高齢者専用マンションみたいなのが流行ってたりとかして、で、その中で全部完結できるような、いわゆる施設っていうか、普通の賃貸物件なんだけど、その中で完結できるような世界ができてるっていうね。だから本当に、そういう世界線はね、あり得るかなとね、ちょっと思いますね。ヒロさん。時丸さんこんにちは。時丸リスト33歳メンズです。以前から登山を趣味としていました。時丸ラジオを聞きながら長い距離を歩くことに路線変更をいたしました。気がついたらビボベアフットのプライマストレインニットが手元に届いており、神のお告げをいただいたようでした。あとはハイパーライトのザック、コダックのFZ45 があればどこへでも歩いていけそうな気がします。ウォーキングって素晴らしいですねってことで、ありがとうございます。いや、本当に、いいですね。長い距離を歩くことに路線変更してくれた。このラジオを聞きながらね、だいたい1時間ぐらい喋ってますからね。ちょうどでもウォーキング僕もだいたい1時間やると結構歩いたなって感じがしますね。で、だいたい距離で言うと5、6キロ。行って7キロとか多分歩けると思うんですけど、そうなるとね、結構いい感じに歩いたなって感じになりますよね。で、やっぱベアフットシューズが歩くことをエンタメ化するっていう風に僕いつも言ってるんですけど、これ本当で、サンダルもそうで、この間紹介したルナサンダルも、
本当にね、良くて。いや夏は、だから、僕もサンダルしか履いてないんですけど、ルナサンばっかで、歩いてるんですけど、本当に楽しいですね。で、この登山に関して言うと結構ね、で、やっぱりその歩くこととか、ランニングとか、自然の中に入るってことは意外とその登山じゃなくても大体できるなっていうふうに自分も考えていて。で、例えばその東京の街中の大きな公園とかを、その自然の中を歩いたり走ったりしていると、なんかそんなに山に入らなくてもいいなって思える時があるんですよね。で、なんか本当にこう街中だけで生活をしていると、これちょっと山に入らないといけないなっていうタイミングが来るんですけど、それを別のこと、長距離の散歩とか、その自然の中でランニングする。もうそれはもうささやかな自然でもよくて、街中の公園とかを走るだけでも、なんかちょっと山に行ったような感覚を味わえるように最近はなってますね。まあでもやっぱり深い自然っていう意味ではね、山の中の方がいいんでしょうけどね。でも全然ね、日常生活、平地でも結構山のような自然感覚を得られると。で、そしてそれに、ベアフットサンダルとか、ベアフットシューズが役に立つってことはね、あると思いますね。良い気づきを。ありがとうございます。石垣島の Vlog で、キリンさん、ホテルに着いたらマッサージの案内やリモコンなどはすぐにしまうスタイルですっていう。さすがですね。徹底してる。ミニマルだ、それは。で、僕もね、結構やるんですけど、この間の動画ではね、確かに出しっぱなしだったね、あれね。自分のズボラが出てる瞬間ですね。本当なんか、昔のロックスターみたいにさ、こう、ホテルから全部捨てたくなるもんね。本当はこう、ホテルの窓から全部テレビとかも外に捨てちゃうみたいな。フランスとかね、イギリスのロックスターみたいに。まず絶対やっちゃいけないですけどね。危ないですけどね。ワッツシャゾーさんから。ワイもずっとゼロシューズ履いてたんですが、最近ルナサンダルに買い替えました。世界が変わりましたってね。いや、いいよね。やっぱね、なんか違うよね。ルナサンダルのフィット感っていうのは。多分その絶妙なそのストラップの厚みとか硬さとか、あとそのソールとのバランスとか、結構ね、厳密にあれ多分計算されてると思うんだよね、相当。ビッグフットテッドか。ビッグフットテッドが、開発してるんですけど、なんかね、やっぱ、なんかゼロシューズとはやっぱり僕もちょっと思想が、そのもののその発想の思想が違うっていう風に感じてますね、今使っていて。その肝心なところがちょっとね、どこかはまだつかめてないんですけど、多分そういうこう素材感とか、絶妙なそのストラップの厚みとか、幅とか、なんかそういうところな気はしますね。ほんと世界が変わります。パスワード管理を手放すの動画で、徳丸さんはじめまして、毎日聞いてます。まさに昨日、うちのバナナが床に落下して発見されました。夏はぶら下げてはいけなかったのですね。勉強になりました。ってことで、スマイルさんから。いや、そうなのよ。バナナね、売れてね、落ちるのよ。ストンって。あれはね、本当にね、夏はね、ちょっとダメかもしれない。すぐ傷むから。だから冷蔵庫に僕は入れてます。全く動画と関係ないコメントだけど。猫助さんから、私も初めて本格的にアカウント断捨離をやりました。簡単にアカウント削除できるところもありましたが、難易度が高いところもあり、とても疲れる作業ですね。自分の歴史を遡る旅のようでしたってことで。いや、アカウント断捨離お疲れ様でした。本当にこう消せた時の達成感とかありますよね。で、本当にこう、まさにこの猫助さん言ってるように、難易度高いとこばっかなんですよ。この大会がいかに難しいか。もう大会の困難性。これ今自分のメンバーシップ、ときまるコアでも、ちょっと話したことなんですけど、メンバーと。で、いかに大会が難しいかっていう、なんかほら、大会ボタンがまずないっていうのもあるし、で、かつ、その大会ボタンを押したとしてもすぐには大会されなかったりとか、で、あと、そもそも大会ボタンがないところは問い合わせをして、で、問い合わせが来てからようやくそれで削除されるとか、で、そもそもそのアプリケーション、なんかアプリでしか、スマホアプリでしか消せないとかね、アカウントをね。いかに難しいか。入るのは簡単だけど、出るのが難しい。これもう迷宮ですよ。迷宮みたいなもんです。アカウント作成は。だからやっぱりこう入るときに、登録するときにそもそも登録する必要があるかっていうのを考える必要があると思います。で、登録せずにゲストでその商品とかが買えるのであれば、ゲスト購入をするっていうのがいいかなと思って、僕は今後はちょっとそういう風にしていこうかなと。もうアカウントを増やしていかないという風に思いましたね。いや、それくらいきつかった。で、それくらい本当に自分の歴史を遡るような、これなんだって、これいつ登録したんだみたいなものが発見されましたからね。本当に大変。デルタ・レディオさんからね、アンチスパイフォンというのがあるそうですってことで、ちょっと僕これ調べてみたんですけど、面白そうでしたね、このアンチスパイフォン。で、なんか一つの
スマホでなんか32アカウント分ぐらいを兼ねるみたいなこと書いてて、で、一切そのいわゆるその Google とか、そこプラットフォームに自分の情報をこう出さないっていうのかな。そこをこうシャットダウンして通信ができるみたいなフォンで、まあそれがスパイフォンっていう製品がありましたね、実際ね。で、これなんかでもさ、これって逆にそのやっぱ犯罪とかに使われないのかなって僕ちょっと思ってしまいましたね。なんかこの個人のそのセキュリティを高めて、ね、自分の情報の流出を防ぐっていう意味もあるんだけども、なんかその匿名性がさらに上がるっていうことだから、そのクッキーの提供に関しても。だからその追跡ができないってことだから、つまりそれはその悪用もできるんじゃないかなって、これちょっと見て思いましたね、なんかね。完璧を求めないの動画で、甘さ控えめさんからね。全体でも個人でも一時も同じものはないし、一つのことでも多面的でもあるし、時丸さんでもあり、熊でもあるっていう。これは、素晴らしいですね。全体でもあるし、個人でもあるし、一時的でもあるし、多面的でもあると。で、時丸田中でもあるし、熊でもあるっていう、もうこれもう動画の内容を一言で要約してくれてます。はい。K さんから弟子は募集してないですかっていただいてるんですけど、まあその実際的なその弟子とかアシスタントは今のところ募集してないですね。はい。ただまあ時丸コアで自分のメンバーシップでいろんなエッセンスは伝えてたりとか、あと個別のコンサルティングみたいなこともやってるので、もしね、深めたいのであればそちらからご連絡いただけると。まあだいぶ私の修行は厳しいですけどね。だいぶ厳しいですけども。君の友達さんから、チャット GPT の MyGPTs 機能でアシュタンガヨガを毎日30分のコースを提案してくれる GPTs を作成しました。必ず文章の最後にチャオチャオと GPTs が言ってくれる条件指定もしました。私はこれを時丸 GPT と名付けて毎日会話していますってことで、すごいことやってるな。チャオチャオ言わせてるな。これは。いやでもすごいいいアイデアですね、これね。ヨガの30分コースを提案してくれると。で、最後にチャオチャオと言ってくれる。最後のチャオチャオいるかなそれで、もうヨガの提案だけでも十分なんじゃないかな。まあでも、私のエッセンスを取り入れていただき、ありがとうございます。ムーさんから、農業をやっているのですが、完璧を求める世界から少しずつ離れている向きがあるように感じています。有機農業のように不完全の中で歩み止まりを求めていくみたいなマイナスからプラスへのアプローチが流行りつつあるような気がしていますってことで、貴重な情報ありがとうございます。そうですね。まあ農業の方は確かにそういうふうに感じているのかもしれないですし、まあでも僕もビワ畑とかをね、最近農業をやったりはしてるんですけど、で、他にもその長野で有機農業やってる方と出会ったりはしてて、で、やっぱりそういうアプローチはなんかされてるように感じますね。で、それはなんかまあやっぱその大量生産、大量消費みたいな農業、そのどんどんたくさん生産して作っていこうみたいなところから、やっぱり脱却して、まあ個人でできる範囲で、個人の分だけをこう収穫するみたいな、なんかマイクロアグリカルチャーっていうのかな、なんかそういうなんかカルチャーっていうか、文化が流行ってるような気はしますね。なんかね、有機農業、結構聞きますしね。農薬使わないとかね、あとこうほったらかしにしておいて、自然の菌だけでやっていくものとか。だからそういう意味では確かにそれも完璧を求めないっていうか、その不完全さの方向に行っている。もしかしたらその大量生産、大量消費からのカウンターカルチャー的なところはあるのかもしれないですよね。時間を作るために手放した5つのものの動画で、トモミーティングさんからね、アルコールとタバコに縁のない人生を送ってきました。その代わりカフェイン中毒になっていますってことで。ネスカフェの飲みすぎかなこれは。ネスカフェの。私もまあまあ、ネスカフェ中毒みたいなところありますけど、ただ自分では、まあ、中毒言ってますけど、実際にはなってないですね。まあ、パフォーマンス的に中毒って、もうこれ1日1回、で、多くても2杯までっていうふうに決めてるから。で、しかも、ハーフだから、最近ネスカフェハーフだから。で、本当にハーフである必要がなくて、もう早くこれ終わってほしいなって思ってるんですけど、またちょっと余ってるんですけど。でもこのそのトモミーティングさんが言ってるのは多分その、アルコールとタバコに縁がないけども、ないからこそ他のものに依存してしまっていると。なんかそういうことなんじゃないかなっていう感じもしますね、やっぱね。やっぱ反動で欲しがるっていうのは結構人間ってあることなんですよね。だから一つのことをやめたから、そっちに行くみたいな。その、酒をやめた、例えばそのタバコとかでもさ、タバコやめたけど、
逆にその甘いものが欲しくなって甘いものをむちゃくちゃ食べるようになったとか、なんかそういう反動で他のものを代替として使うみたいなことになってくるんで、そこはね、避けた方がいいんですよね。で、それをうまく避けるには、そのなんか悪いものを避けて他の悪いものに飛びつくのではなくて、悪いものを避けたら、今度他のちょっといいものにそれを転換するということ。例えば、これなかなか、でもそれが難しいんだけど、タバコをやめて、じゃあそのタバコをやめたそのイライラ、ストレスみたいなものを運動に振り向けるとかね、ランニングとか筋トレをするとか、逆に。だからそっちに消化していけると、そのまた別の悪いもので依存体質にならずに済むんですけど、でもやっぱり他のね、ちょっと体に悪いものとか刺激物で代替をするっていうのが、いわゆるほとんどっていうか楽なので、だからタバコやめたから今度酒に行くとかね。で、酒をやめたから今度タバコに行くとかね。なんかそうなってしまうとね、結局ね、悪い、なんか健康レベルはどんどん損なわれていくってことになるんでね。難しいところではありますけど、カフェインもほどほどにね、していった方がね、いいかなとは思ってますね。鳥さんから、私が筋肉をガチるためにやめたこと、仕事を頑張る、電車乗る、SNS アプリを入れておく、ご飯何にしようかな、物の買い物っていうね。いや、ストイックだわ、ストイック。でも筋肉をガチるためにはやっぱこれだけストイックにはいかなきゃいけないと。いいですね。でもその全部やめたら筋肉すごいことになりそうですけどね、これね。仕事頑張ることやめて、電車乗るのやめて、アプリやめて、ご飯選ぶのやめて、もうタンパク質しか取らない。一応カーボと油はちょっと気にするけどみたいな。物の買い物やめて、もう筋肉だけに全振りっていうね。いや、すごいわ。筋肉すごいことになりそう、これは。いや、でも大事。大事。一点集中。自分の好きなことに一点集中するの大事っすよ。最低8時間っていうこの時代の常識がおかしいですよね。往復移動や準備で毎日9時から10時間は失い続ける。発生したストレスを無意識の散財で発散し、異物になって不安にならないために、時代の流行や常識を追従し続けるために散財し、本当に自分が欲しいと思っていたものはいつまでも手の届かないところにあって、自分が本当に欲しかったものは何一つ手にしていないのに、お金がなくなっていって、それを繰り返していたら時間もなくなっていって、早くこのラットレースから逃れたい、離れたい。ということで、トキさんからね。いや、本当にそう。8時間っていう常識がこれ本当におかしくて。だから定年もそうだけど、だからビスマルクの時代から、ドイツの1800年代後半、19世紀後半にだから作られた価値観を、今この21世紀もずっと引きずっているってことです。8時間労働っていう。で、結局その世界の富は増え続けているのに、そこを崩さずにどんどん成長を求めていくっていうのがその原因の一つになっていて、それが資本主義っていうシステムなんだけども、だから本当にみんなそう思ってる。だからそれで散財して結局金使ってまたお金を貯めるために得るために稼いで、で、何一つ残らない。何一つ欲しいものは手に入らない。時間もない。時間も手に入らない。早くラットレースから離れたい。これです。だから私はそれから逃れるためにこういうスタイルをとっています。で、そしてうまく逃れていると思ってます、今は。そこにだから、ミニマリズムにそのヒントがあると思うんですよね。ラットレースからいかに抜け出すか。宝くじが当てるとかじゃなくてね、そういうことじゃなくていかに抜け出すかってことなんですよ。これからもちょっとそういうことを考え続けていきたいと私も思っています。このチャンネルで。つかの間さんからいただいてますね。時丸さんこんにちは。時間があると余裕が生まれますよね。大学生なので時間は腐るほどあるのですが、何に時間を使えばいいのかわかりません。時丸さんは生み出した時間をどのように消費してますかってことで。いいなぁ。いいなぁ。いいな。時間が大学生で腐るほどあるって。いや、もうその大学生はもうあれだよ。もうアバンチュールよ。アバンチュールに、ひと夏の恋に時間を使いましょう、それは。ひと夏の恋。いや別にひと夏じゃなくてもいいんだけど、恋愛とかね。でも大学生だからこそっていうか別にその関係なく、学生関係なく、やれることはあると思っていて。だって僕やってること学生と変わんないですもん、ほとんど。映画見て自分の好きな本読んで、で、ヨガやって瞑想してランニングして、で、たまにプログラミングのコード書いたりとか勉強したりして、で、テントワークして、なんかね、時間ないのよ。で、YouTube 撮ってとかやってると、時間なくて。だから腐るほど時間あるんだけども、やりたいことが多すぎて、毎日楽しいんですよね。だから、本
これ多分別のベクトルだと思うんですよ。この大学生なので時間はあるんだけど何に使えばいいのかわからないっていうのは、自分がその本当に楽しいものとかハマるものに出会ってないんでしょうね。だからそこをね、見つけることから始めた方がいいし、まあ見つけなくてもいいんだけど、でもとにかく旅に出るとか、多くの人と会うとか、自分がでもやっぱ何かしら心の奥に持っていたりとか、あとはもう大学よりもちょっと前のね、子供の頃からその好きだったこととか、何も考えずにやってしまうこととか、子供の頃の本当に小さな頃の思い出とかね、なんか自分がやりたいこととか、なんかそういうものをもう一回思い出してみると、自分がやりたいものがちょっと見えてくると思うんで、それがなくても、その方向性に近いところを探っていけば、必ず自分の興味とかやりたいことが出てくると思います。あとはその自分がそのなりたい像を思い浮かべるとかね。それはもうアイドルでもいいし、アーティストでもいいし、誰でもいいし、YouTuber でもいいし、自分のその好きな人を思い浮かべて、その人みたいにじゃあなりたい。じゃあどうしたらいいんだろう。じゃあそこに行くにはどうしたらいいんだろうとか、そういうことを考えるとかね。で、僕はもう大学時代はその音楽しかやってなかったので、もう時間がいくらあっても逆に足りなかったですね。腐るほどもちろん時間はありましたけど、学生の頃は。でも勉強もしたかったし、で、それこそフィールドワークでインドネシアにずっと行ってた時代でもあるし、だからなんかその海外とか旅しながらずっと音楽するみたいな。そんな感じでめちゃくちゃ忙しかった。で、合わせてバイトとかもして、その働くことについて考えたりとかね、いろいろその経営とかビジネスについてちょっと勉強するってこともやったりとかしたのもその時期なんで、ぜひ、つかの間さんもね、その腐るほどは有り余った時間をなんかちょっといい方向に振り向けられるとね、いいですね。応援してます。はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。そろそろ水曜日を始めていきましょう。皆さん今日もラジオご視聴いただきありがとうございます。また次回の放送でお会いしましょう。それでは良い水曜日をお送りください。チャオチャオ。